インテル i7-14650HX ニューゲーミングノート PC をレビューしてみた。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。プロローグ。飯山のゲーミングノート、右が新、左が旧 PC です。新旧 PC を並べて起動させました。ロック画面とサインインを省略して起動させています。条件をなるべく同じにするため、高速スタートアップの無効化やアプリのインストール内容も揃えています。パソコンが高騰するとの情報を得て、年明けを待たず2025年のクリスマスに購入しました。翌日のサイトを見ると、同じ製品は在庫切れになり、価格は1万円上昇していました。SDD やメモリも新価格になっていたので、購入は正解だったかもしれません。ロゴまでの起動時間は旧機が早くて33秒52、新機種が35秒39でした。壁紙までの時間は新機種が早くて42秒72、旧機が1分01秒40でした。新機種が旧機に追いついたのは GPU の性能かもしれません。 GPU の性能はこの後のベンチマークテストで確認していただけると思います。製品の到着と開封。パッケージが届きました。箱の大きさと形状は以前のものと変わりません。この部分のテープを切って開封します。両端のここでしかテープは止まっていません。テープを切りました。箱を開けて中身を取り出します。内容は本体と書類、電源部です。これは2世代前の機種を下取りに出す書類です。保証書とその他の書類です。引換券でこのカレンダーがもらえました。さて袋から出して本体を見てみましょう。蓋は薄い透明 OPP がかぶっていて、キーボードの上にもクッション材が挟んであります。この携帯も全機種と同じです。クッション材を取りました。前より少し艶消し感があると思うので、並べた時に確認してみてください。製品の比較。全機種と比べてみましょう。これから並べますが、大きさはほとんど同じで、ロゴがこのように変わりました。電源部は以前と比べて極端に小さくなっています。これは3世代前のものですが、これに近くなりました。左から11世代、14世代、12世代で並べるとよくわかります。ロゴの違いがわかるように並べてみました。ヒンジの色も変わっていますね。光の加減もありますが、やはり私には新しい方が艶消しに見えます。幅は約 361mm、奥行きに 148.5mm、高さはゴム足込みで 31.9mm です。高さは新しい方が 2.1mm 高いのですが、ほとんど分かりません。このように奥行きが 6.5mm 違うので、画面上場は高いです。電源部は先ほどご視聴いただきましたが、このような感じです。新しい方はすごく小さく見えます。電源スイッチが丸型からひし形に変わっていますね。
前面は全く同じで LED ランプが3つあるだけです。厚みも 2.1mm 差なので見た目は同じです。背面はサンダーボルトがなくなった代わりに LAN ポートが移動してきてこんな感じです。左側面には前機種にあった USB3.0 ポート2つが新機種では1つになっています。また新機種ではヘッドホンとマイクがジャック1つに統合されました。少し引いた画面でもご視聴ください。右側ではカバー付きの LAN ポートが背面に移動してマイクロ SD カードリーダーがなくなってしまいました。その代わりに USB3.1 ポートが増えています。内部構成の比較。底面です。パンチングの形状は違いますが幅と奥行きがほぼ同じなので違う感じがしません。底蓋を外して中を見ていただきます。 M2SSD は 1TB が主流のようですが OS とソフトで 136GB しかないので私は 500GB を選んでいます。新機種は内蔵電池が少し小さくなったように見えます。旧機ではサブスロットに 1TB の M2 を増設していますが新機種も今後増設する予定です。ヒートシンクはほとんど同じでメモリも 16GB としています。スピーカーが小さくなったように見えますがボリューム感は変わりませんでした。底蓋を止めていたネジは4本少なく12本となりました。シネベンチでのベンチマークテスト。これから新旧 PC でのベンチマークテストを行います。測定条件はマルチコア、テスト時間は10分です。10分では長いので 12700H と 14650HX の1回目までを1倍速、全体を16倍速でお届けします。それではスタートします。i7-12700 1回目ラップタイム。スタートしました。描き出すのは 14650HX の方が早いです。よく見るとセル1個の大きさが違います。11800H と比べた時には画期的だと思いましたが今回はそれにも増して能力の差に驚きます。 GPU は GeForce RTX 3070と5060です。スペックは端末をご視聴ください。14650HX の方は36秒22で終わりました。11800H と 12700H の比較動画は説明欄に URL を記載しています。まもなく終了が近づいています。14650HX の方はもうすぐ2回目が終わります。12700H の1回目ラップタイムは1分3秒19でした。 i7-14650HX 1回目ラップタイム。スタートしました。 GPU5070 は3070より 1.8 倍くらいの能力があるようです。もちろんそこには CPU の能力も大きく影響しています。能力は数値で表されますが測定結果の方でご視聴ください。結果の数値は前述のように10分間測定を継続した数値です。14650HX の1回目ラップタイムは36秒22でした。新旧 PC ベンチマーク比較。スタートしました。
描画は10分継続して終了しますが、10分経った時点で書きかけの描画を終わらせた時点で終了します。ラップタイムの平均は 12700H が1分5秒13、14650HX が35秒58でした。12700H の描画回数は10回で、終了時間は10分49秒78でした。14650HX の方は17回で、終了は10分11秒55でした。12700H のラップタイム。12700H のラップタイムです。1から10回目までのラップタイムを掲載しています。各ラップタイムの計測タイミングは画面ブラックアウトの瞬間から次のブラックアウトの直前までとしています。 CPU はスリープ時間を長くしてパワーモードにしています。ここまで計測を続けてくると新旧 PC の作図回数は倍に近づいています。こちらは10分では10回目の途中で、終了したラップタイムは10分49秒78でした。14650HX のラップタイム。14650HX のラップタイムです。1から17回までのラップタイムを掲載しています。新 PC の方は各ラップタイムの平均値から約 1.8 倍の数値を示しています。測定を2回行いましたが、測定ラップ時間にあまり変化は見られませんでした。測定中はファンがフル回転しています。旧 PC では以前熱暴走が見られました。ヒートシンクの構成がほとんど同じなので、フル稼働の場合は熱対策が必要かもしれません。以前熱対策も経験しているので、経過を見守りながら対応したいと思います。対策動画も説明欄の URL からご視聴ください。こちらは10分では17回目の途中で、終了したラップタイムは10分11秒55でした。ニュー PC のスペック。新しい PC、i7 14650HX のスペックを抜粋しています。GPU は GeForce RTX 5060です。新旧 PC スペック比較。3世代にわたって新旧 PC のスペックを掲載しました。今回は一番右の i7-11800H を入れ替えました。GPU、RTX3050 と3070のベンチマーク比較は説明欄から別動画をご視聴ください。測定結果。両者とも計測が終わりました。濃い橙色で結果が表示されています。表示説明には薄い方が CPU の標準数値で、濃い橙色が今回の計測数値と記載されています。数値が標準と違った場合には分かれて表示されるので、今回の新旧 PC 計測数値は両者とも標準内だと報告しています。結果数値は 12700H が 12266 で、14650HX が 22173 でした。今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。次回作にどうぞご期待ください。チャンネル登録と通知をオンにお願いします。